ポイドモゴンです。ということで、今回はこちらのボロスヒロイックを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、新カード、精鋭者手段の目立ちたがりをフィーチャーしたデッキですね。目立ちたがりは2マナ1に並行速攻というカードなのですが、クリーチャーではないスペルを唱えるたびにプラス2の修正を受けるので、ヒロイック的な動きをすると一瞬で10点以上の火力を叩き出しますね。また、相手がカウンターを構えていそうな時は計画することもでき、相手に一旦を無駄にさせることもできるようになっています。新カードとしては、ボロスはファストランドを手に入れたことが大きく、ボロス小数も同じなのですが、マナベースが大幅に改善されているのもでかいですね。スペルを連打することがデッキの鍵になってくるので、クリーチャーは全て果敢持ちか巨匠のようなカードで固めていて、どこからでも大ダメージを与えることができるように構築しています。また、アグロミラーにおいては天使日の覚醒がかなり強力で、これ1枚で一気に試合を決めていくことができますね。サイドボードがバグっていて見えないのですが、アグロ以外の相手に対しては裏ブラスクの陽光炉に変えていく感じですね。分回った時の速度はボロス召集と似たような感じなのですが、分回らなかった時のリカバリーで言えばこちらの方がやや強いという印象はありました。ただしボロス召集と同じく射程にかなり依存するデッキのため、マリガン回数が多くなってしまうのは弱点ではありますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。1ターン目のアクションはないですが、目立つたがりが2枚あるということでキープしていきましょう。基本的には先手を取っていきたいのですが、後手でも全然まくれる、デッキですね。相手は赤タンですかね。赤タンかボロスか。対赤タンの後手はね、結構、きついんですが、ただ3キルされない限りは、全然ね、一気にまくっていける、デッキではあるんで、あとは天使日とかね、引けるとだいぶでかいですね。さあ、相手はフェニックスのヒナ。これ火遊び打ちたくなるんですけど、打たない方がいいですね。スタックで、パンプされると無駄になってしまうということで。さて、ここなんですが、目立ちたがり、タフネスが2なので、はい、インスタントは持っている。これは計画していきましょう。出して、即除去られるっていうのが一番きついので、さあ、はい、火遊び持ってましたね。出してたら火遊びで即焼かれていたと。で、2枚目の、目立ちたがり屋もあるということで、一気に、ダメージレースはね、まくっていけるんですが、超罰者。さあ、残り11点。はい。次のターン死ななければ勝てるんで、どっちでいいかな。目立ちたがり2枚出すかどうかなんですが、単体でも、多分13点あるんかな。ただ、ブロッカーのことを考えると、2体出しておきたいですかね。ここは一旦、目立ちたがり2枚出して、で、農家の勇気で、警戒をつけて、殴っていく。かな。うん。ダメージ自体はね、ちょっと下がるんですけど、こっちの方が、次のターン死なない可能性がね、上がりますね。さあ、残り13点。一体でも目立つたがりが残れば勝てる。という状況ですね。さあ、相手残りカードが1枚。予想だと、相手巨海の怒り持ってるんで、おそらく1体はブロックしないといけないかな。5、6、7、8、9の12。うん。1体はマスブロですね。巨海の怒りだとすれば。なるほど。これは、勝ち確ですね。もう次のターン、スペルをね、4連打できるんで。さあ、後手でも、しっかりと、一瞬でまくっていくことができると。さあ、目立ちたがり、パワー1、2なんですが、まず1回で4、3。さらにもう1回で9、4。さらに11、からの火遊びですね。さあ、このターンだけで16点入れていくと。これがね、目立ちたがりの強さですね。GG。さあ、サイドボード。天使目の覚醒は全部入れていきますね。で、対赤タンは、巨匠がね、生き残りにくいんで、ここはちょっと減らしていきます。こんな感じで、いいかなと。
まあ、サイドボードね、バグで見えてなかったと思うんですが、まあ、こんな感じですね。さあ、1歩目勝って2試合目。クリーチは0なので、マリガンですね、これは。クリーチは1枚だけですが、まあ、キープしていきましょう。まあ、山でいいかな。土地は正直、2枚あれば十分なので。さあ、対赤単、まあ、後手後手ですね、これは。さあ、相手は即走からスタート。まあ、これはもう、即焼いていきましょう。さあ、農家の勇気が大量に手札に集まってくる。農家デッキではないんですが、まあ、農家の勇気はね、連打できれば強いんですけど、まあ、さすがに3枚はいらないですね。さあ、熊野とか火山。除去られる可能性高いですが、まあ、これ行くしかないですね。さあ、火力持ってない。まあ、火遊びは持っていないという、感じではありますが、まあ、2マナ火力があるのかどうか、救い。とりあえず生き残りましたね。生き残ったとなると、もう農家の勇気ガンガン、目立ちたがりも引く。どっちでいくかな。このターンに出すってなると、タフ3までしか上がらないんですけど、まあ相手火力、まあ動き的にね、持ってないんで、出すのもいい。かもしれん。出すか。まあ結局その計画しても、相手がね、火力持ってるとしたら、まあスペルスタックでね、火力打ってくるんで、まあここは、分回り機体で出していきましょう。さあ、そして目立ちたがりに、農家の勇気を与えていく。さあ、7点アタック。まあ5手ではあるんですが、こっちの方がダメージを入れている状況と。そして、まあ目立ちたがりが倒されなければもう次のターンに勝てますね。まあ基本的に、なんていうか、クリーチャーが1体でも残ったら4キルが標準のデッキですね、ボロスベックは。さあ、ゴドリック。このターンに死ぬ可能性は ?4、5、6、10。10、救いの1手もあって11。巨海の怒りを持ってたら負けますね。逆に、ブロックした場合、農家の勇気は2回しか打てなくて、2、3、4、5、6。いや、目立つたがりはないと勝てないんで、まあ、巨海の怒りを持ってるかどうかの択になるんですけど、これはブロックしないかな。まあ、巨海の怒りを持ってる可能性より、まあ、持ってない可能性の方が高いということで、まあ、基本的にはその相手の動きとかで手札も読むんですけど、それがなかったら、まあ、手札読みですね。さあ、これは、勝ち角ですね。さあ、農家の勇気を3連打して、これ最大で何点入るんだ。さあ、これで12からのもう一回打って、16点。一気に削っていくと。じいじ。いや、目立つたがり強いですね。さあ、やっていきます。こちら先手。クリーチャー0なのでマリガン。まあ、クリーチャー1枚のハンドはね、あんまりキープしたくないんですけど、まあ、ダブマリよりはマシということで、これキープしていきましょう。さて。相手は、まあ結構悩んでますが、初手に、はい、これキープしていくんですが、火遊びはボトムですね。さあ、まずは、熊野から行きましょう。まあ結構悩んでたんで、まあ割と微妙な反応をキープしてそうですが、青白。まあ青白コンか、エスパーか。目指したがりはまあカウンターされないんで、もう出して殴っていきましょう。さあ、これ17まで。まあ、どっちかというと、青白コンの方がやりやすいですかね。さあ、2マナ構えてくる。止まってきてるんで、何かしらのカードは持っていますが、一旦、農家の勇気打ってみますか。即走よりは、まあ、スペルの方がいいですね。まあ、相手の、なんていうか、一時的封鎖とかもね、ある可能性あるんで。さあ、打ってこない。
であれば、2回使っていきましょう。除去なさそうかな、これは。さあ、10点アタック。はい。さあ、残り7点まで、ドローしてくる感じかな。うん。さあ、ただ、ドローする余裕はね、このデッキにはないんですよね。残り7点。まあ、一時的封鎖あったとしても、まあ、手札のカードだけで、はい。7点ありますね。GG。さあ、相手は青白コンということで、天使日は抜いていきましょう。で、ヨーコロ全部入れて、で、巨匠は抜いていく感じですね。こんな感じでいきます。まあ、ロランの脱出はね、ラクドスとか、エスパーとかそういうのには入れていいんですけど、青白コンは全体族だらけなんで、脱出はあんまりいらないですね。さあ、1本目勝手に試合目。まあまあまあ、キープしますか。初動2ターン目巨匠はね、正直、コントロール相手は弱いんですけど、まあ、陽光炉がある分、キープしてるっていう感じですね。さあ、ていうか相手、ジェスカイか。ジェスカイコントロール。お、目立つたがり引く。ただ、先に巨匠かな。どっちかというと、巨匠に除去を打たせたいっていう感じですね。さて、さあ3ターン目。まあ除去はあるでしょうが、はい。もうメインに打ってきたんで、これは裏バラスクの陽光炉が通っていくと。まあコントロール相手は陽光炉が最強ということで、先に出していきましょう。さて、相手はジェスカイコントロールなんですが、まあおそらく、ズルゴ同自体が入ってる感じですかね。作白、強いね。さあ、陽光炉1枚で勝てるマッチアップであるんですが、作白で即割られていくと。これどうするかな。さあ、止まってくる。まあ、カウンター持ってますよと。どうするかな。まあ、露骨なカウンター構えなんで、まあ、目立つたがりを計画でいきますかね。さあ、計画して、このターンはそのままターンを足していくと。ただドロースペル持ってる可能性もありますが、螺旋使う。なるほど。まあ使ってくるっていうことは、除去は全然他にもありますよっていう感じですね。うん。まあ全体除去とかのことも考えるとっていう感じですね。さあ、一回農家の勇気使ってみましょう。まあこのターンはその相手、放浪とかね、ある可能性もあるんで、まあ一応タフ2以上に上げてから殴っていく感じですね。まあ目立つたがりは、まあ相手にプレッシャーを与える役割ですね。この試合に関しては。さあ、除去は持っていそうですが、ウセロ。ウセロからの、ウセロ。はい。これ全体除去は持ってない感じかな。まあできればもう1枚クリーチャー引いていきたいですが、ただ火遊び。このターンはね、まだちょっと仕掛けたくないですね。さあ、遠足の学び。まあおそらく1枚はカウンターで、残り2枚は、まあドローしてきたカード。まあちょっとこれは、まあ他のカードを引いてくるまで、待ちですね。まあ全然、焦らなくても、何かね、カードを引けば、一瞬で倒せるようなデッキなんで、さあ、ただ、土地だらけですね。さてさて。まあなかなかコントロールと同じ枚数ね、土地引いちゃうと、結構きついんですが、まあまあ、これも、まだ出さない。一瞬でね、試合を決めていけるね、盤面にすることができるんで、まあ焦らず、じっくり行きましょう。さあ相手は、もうミスララウンドで殴ってくる。まあ5マナは構えていくと。まあフォローはありそうですけどね。さあスクライアトップ。まあ火遊びはまだ使わないですね。さて、陽光炉は出していきましょう。
これは通るんじゃないかな。うん。さあ、溶鉱炉から、まずは11が殴っていく。シズトークンね、多分、これ、他のクリーチャーに使う余裕ないんで、もうスクライとして使っていきましょう。さあ、トップ土地。からの、火力はいらないですね。欲しいのは、速攻クリーチャー。目立つたがりが一番いいかな。はい。ライトニングストライクはいらない。単純に、このライフ差だとね、火力は全然弱いんで。さあ、ただ溶鉱炉が通ったのはだいぶでかいですね。さて。なるほど。ゾウ入ってるんだ。コントロールとゾウってなんかあんまり噛み合わなさそうですが。さあ、間の悪い爆発。単純に2ドロー。さあ、残り3マナ。お、これはいいね。うん。溶鉱炉出して、殴っていきましょう。目立ちたがりは、出さなくていいですね。プレッシャーを与える役割。さて、ゾウは一応として、プレイヤーにも行きましょう。相手がミシェラランドを起動してくる場合は、火遊びを打っていく形ですね。さて。うん。相手からするとね、多分、手札、土地だらけなんじゃないかって思うかもしれないプレイングですね、これは。ただ実際は、相手が隙を見せたら一瞬でもうライフを削っていけるというハンドですね。うん。お、残り2マナ。これ目立ちたがり引きたいな。目立ちたがり引いて、フルパンでなんかいけそうな気はする。残り23点ではありますが。果敢クリーチャーだったら何でもいいかな。お、さあ、チャンドラをもう5点火力として使ってくる。ただ相手ミシラランドもあるんで、あんまりね、こっちも余裕はないですが。お、これは仕掛けますか。仕掛けていくんですが、ただどこまで仕掛けるかですよね。目立ちたがりはもうキャストするんですが、なんていうか、暗号破りを次のターンも走らせるっていう形にするか、このターン、もう全部出して、フルでぶっ込むかっていう感じなんですけど、自分はこっちかな。さあ、相手止まってきてるんで、何かしら持ってそうですが、何も打ってこない。ただ残り11点は、目立ちたがりが、仮にその全体除去とかで除去れるとしても、かなりきつい盤面になっていくはずですね。次の段、溶鉱炉だけで、7点あって、で、火遊び9点、暗号破りもあるということで、目立ちたがりは絶対に除去らないといけない状況。さあ、爆発。爆発は全然 OK。さあ、マナコスト3以上のカードを2枚捨てないといけない。有効牌。はい。全除去を2枚捨てていく。さて。これで、マナ使ってきてくれたら、勝ち確になりますが、どうでしょう。お。何が出てくるかによるけど、これは、はい。コントロールのね、その像はこんな感じになってしまうんで、なかなかね、外れもね、多いですよね。さあ、ということでこれはもう勝ち確なんで、フルでぶっ込んでいきましょう。相手残り13点ライフあるんですけど、農家の勇気を2回使って、さらに火遊びも使って、暗号破りがパワー8からの、溶鉱炉7点分。15、16、17点を一気に入れていくと。
まあ、隙ができたらこんな感じで削っていくのがこのデッキですね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。